ラブラブ。もしもし、聞こえていますか？シティボーイ、シティガール、シティママ、シティパパ、シティじいさん並びにシティばあさんの皆さん、お元気ですか？今日もまた YouTube での面白いひとときを楽しみましょう。皆さんのお相手をするのは私、ミシシッピスタジオ放送局のナビゲーターの1号です。この番組では成功のアイデアソースとして様々な課題を取り上げて、有効な問題解決に向けてのユニークなアイデアをフル雑誌を参考書として紹介していきますので、よろしくお願いします。この放送はあなたを変えてしまうでしょう。それには聞く時の条件があります。できるだけ一人になって自分のことを考えられるところへ行き、そこでこの放送を見てほしいのです。よろしくお願いします。この放送は面白いことに挑戦したい方、自分を輝かせたい方、迷いを吹き飛ばしたい方に向けてお届けします。早速ですが、今回のお届けする課題は、このデジタルイノベーション時代において本来の自分を取り戻し、新しい自分になるという自分を発見する発想法をお届けします。 Go Out 部屋からの革命と題して、新しい自分を発見する発想法を前編と後編に分け、1の前編ではなるほど新自分発見法として部屋で探すというユニークなアイデアを、後編ではなるほど新自分発見法として部屋を出るというクレイジーなアイデアを皆さんと考えていきたいと思います。最近10代20代の私たちの世代で自己啓発がブームになっているみたいですね。書店にも様々な自分を成長させる書籍がたくさん置かれていて、すごいなと思います。漫画や YouTube でもとても面白く解説されていて、とても勉強になりますよね。その時はすっきりしたいい気分になります。そこでふと、自分は何がしたいんだろう、自分は何者で、自分の面白さって何と問答したみたいな感じで自分探しを始める。いろいろ考えてはみるものの、次の日にはそのことをすっかり忘れて、今日が面白いことだけに関心を持ってしまっているのです。それでも幸せなのでいいのかなと思う自分もいるのです。でも不幸が訪れると、やはりまた先ほどの問答が始まるのです。そんな日々が続くのが人生なのかもしれませんが、何かやるせない気分になります。そんな気分の時には、いつもその時その場所は自分にとって居心地のいい場所を探し、自分が素直になれる場所に行きたくなります。例えば自分の部屋、個室、スマホの中かもしれません。自分が解放できる場所にいるのです。そうやって自分の逃げ場所みたいなところに閉じこもって、いろいろな思いにふけるのです。答えが出ないままに、自分の見えない殻に閉じこもっている感じですかね。スマホの中が自分自身みたいな、このままでいいんだろうかって考えさせられるんです。皆さんもそういった経験はありますか？今までの嫌な自分の殻から脱出し、本当の自分らしいオリジナルな自分になりたいと思うのです。自分は一体何者で何がしたいのか。ですが、どうやって新しい自分になるの？どうすれば本来の自分を取り戻せるの？と思いますよね。そこでこの番組では、フル雑誌を参考書として問題解決をしていこうと思います。過去は私たちに正しさを教え、間違いを教えてくれる。古いものは実は古いものではないんです。今までの歴史が語るように、過去の実際にあった経験や知識は今でも生きた情報として新しい発想を与えてくれるのです。歴史は変化しながらも、その本質は繰り返されるとも言います。過去は未来という例えもあるくらいです。ヴィンテージ雑誌には斬新な言葉、時代を捉えた写真、コミカルでユニークな考えを表現したイラストが膨大にあります。それは偶然の出会いの宝庫です。素晴らしいアイデアがたっぷり詰まっています。予期しない素晴らしい発見をするセレンドピティは、創造性につながる大事な感覚。そんなセレンドピティを起こしてくれるフル雑誌には、現代にはない発想だったり、常識を覆す考え方、つまり非常識から学べる教訓がたくさんあります。過去は未来に正しさと間違いを教えてくれる。それはまさに宝。これからこのような古いものはとても価値が上がるものとしてもっと貴重になるので、大切にしていきたいですよね。そんなフル雑誌を使い、成功のアイデアソースとして皆さんにお届けしたいと思います。それでは今回のテーマ、なるほど新自分発見法をお届けしたいと思います。どのように新しい自分を発見することができるのか。
どうやったら本来の自分を取り戻し、自分の新しいことにチャレンジすることができるのか、そんな疑問を今回はこの教科書、1979年に発行された宝島1月号から前編と後編に分けてお届けしようと思います。この雑誌は反骨的で素直なメッセージを放つユーモアあふれる雑誌です。特にこの号は誰もが一人一人自分であり、他の誰でもないと考え、生きていくためのメッセージが込められており、現代に生きる私たちにも共感し、考えるきっかけになると思いますので、ぜひお楽しみください。それでは行きましょう。Go Out 部屋からの革命前編。なるほど、新自分発見法1、部屋で探す、スタートです。まずはこちらから、自分の部屋をひっくり返せ Let your room turn on。 皆さんは今どこでこの番組を見ていますか？ベッドの上、食卓の椅子、ソファーでまったり。多くの方が家の中なのではないでしょうか。ホームっていいですよね。特に自分の部屋は安らげる場所ですよね。私も家の中って大好きです。スマホで動画見たり、本を読んだり、もちろん漫画だって読むし、絵を描いたり、花に水やったりそれが一人だけの世界なら、慌ただしい毎日から解放された気分になるんですよね。でも本当の自分を取り戻したかといえば、そうでもなくって、ただ時間を浪費していることがほとんどなのです。皆さんはそういうことありますか？なぜ一人の時間を有意義に過ごしているのにそんな気分になるんだろう。部屋の中にいるからいけないんだろうか。そんな風に思っていることをすっきり覆してくれるこの雑誌、なんと部屋から革命を起こせちゃうそうなんです。自分の部屋こそ本当の自分を取り戻し、新たな自分発見ができるということなんですね。この宇宙飛行士がインベーダーゲームをしているアメコミ風雑誌が遊び心あってめっちゃ可愛くないですか？本当の自分を取り戻し、新しい自分になることができるユニークなページがありましたので、こちらをご覧ください。自分の部屋をひっくり返せ Let your room turn on。 今あなたは自分の部屋の中のすべてのものをひっくり返す。本の詰まった本棚を倒し、勉強机を転がし、ステレオのコードを引きちぎる。時計を壊し、花瓶をぶちまけてみよう。そこから一つ一つについて考えてみるのだ。あなたの部屋に集積したさまざまな品物について、もう一度自分と照らし合わせながら考えてみよう。それは今のあなたをより自由にし、自分を見つけ出す方法なのだ。さて、何からひっくり返そうか。なかなか強烈ですよね。実際にいきなりひっくり返し始めたら、家族はあなたの精神が壊れたのかと心配すると思うのですが、このひっくり返すという表現、すごくいいなと思うのですが、皆さんはどう思いますか？以前何かと断捨離と言い、捨ててすっきりしてしまおうということがブームになって、今ではそれがミニマリストといって一般化されてしまっていますよね。ひょっとしたら中にはひっくり返すものが何もない人もいるかもしれませんね。私も幼い頃に遊んでいたバービー人形を大きくなって引っ越しが続くと、もう使うこともないしと思って手放すことになったんですね。確かに身軽にはなります。そうやっていろんなものをなくしていくと、自分は何が好きだったのかだんだんわからなくなっていくんですよね。でも最近またバービー人形を手に入れた時のワクワクした気持ち、心の高揚感を感じた時、自分の好きな世界ってこんな感じだったよなって気づいたりするんです。皆さんもそんな経験ありますか？今はスマホの中が自分の世界、自分の興味のあるものはスマホの中だけというのが当たり前になってきていると思います。つまり自分の部屋はスマホの中ということですね。それならそのスマホをひっくり返してみてもいいかもしれません。そこにあなたの部屋があるなら、ぜひひっくり返してみてください。そこから一つ一つをじっくり自分と照らし合わせてみるということが大事なんだそうです。自分の周りにあるものたちについて自分と照らし合わせて考えることで、より自由になり、本当の自分を取り戻すことができるということなのではないでしょうか。さあ、何からひっくり返しますか？それでは部屋をひっくり返して本当の自分を取り戻し、新たな自分を発見する
3つのポイントをご紹介します。ポイント1、時計を止めろ。部屋の中にある時計というこのページ、抜粋して読みますね。学校や仕事がお休みの日、心地いい目覚めを迎えて枕元の時計を見ると止まっている。今何時頃だろうと窓の外の様子などを見合ったり、何か他に時間を教えてくれるものがないかと部屋の中を見回したりする。でもそこで電話をかけて時間を調べたり、テレビやラジオのスイッチを入れたりしないで、そのまま何時間か過ごしてみよう。今日の予定はないし、のんびりやってみようじゃないか。そう決めた瞬間、その一日はとても神聖に感じられるはずだ。時間から解放されるためにはこれが一番だ。太陽の動きだけが唯一手がかりのロビンソン・クルーソーみたいな気分を楽しんでみよう。何をするかが問題になるのではなくて、どんな気分でするかということの方が僕たちにとっては大きな意味を持っているはずだ。いつも時間に追い立てられているのでは、何をやっても全く無意味なんじゃないだろうか。何かに熱中している時の経つのも忘れてしまったことがあるだろう。あの心境を思い出そう。この頃僕たちは何かに夢中になろうにも、時間に追われて夢中になりきれないことばかりだ。誰もが時計に合わせて同じような一日の過ごし方をするなんて気持ちの悪いことだと思わないかい？気がつかないうちにベルトコンベヤーに乗せられて運ばれているようなものなのに、それに気づく人はほとんどいないんだ。一人一人の体のリズムはそれぞれ違っているはずなのに、それを無理やり同じパターンに押し込めてしまうなんてひどい話だ。時計を止めてみたらきっとこれがどういうことかわかると思う。自分を見直してみるためにまず時計を止めてみよう。そこから本当の君自身が見つかるだろう。自分を取り戻す最初のステップとして、時間に追われていては時計を止めることはできませんよね。たっぷりとした自由な時間の確保はとっても重要だと感じます。常にスマホが体の一部となってしまっている私としては、いつでも時間確認できて便利な反面、追われてしまっている現実があります。皆さんはいかがですか？気づかないうちにベルトコンベヤーに乗っているなんてゾッとしますよね。この文章のように太陽の動きだけが唯一の手がかりという状況を想像してみると、なんだか心が解放される気分になります。時計を止めてみるというのは、自然と共に生きる人間らしい感覚を呼び起こされる勇気ある行動だと思うのです。最初のステップとして、時計を止めてみる、言い換えれば時間を忘れてみるのは本当の自分を見つめる大切なポイントなのではないでしょうか。ポイント2、本棚で突破口。本というのはいつだって私たちに本質を教えてくれますよね。自分は何者かとは本から見つけられるそうなんです。本というよりここでは本棚ですね。とってもユニークだと思いませんか？抜粋して読みます。僕の本棚の中で一番目立つところには、もう何度も読み返したお気に入りの本を並べている。例えばホールデン・コールフィールドが飛び回るライ麦畑で捕まえてとか、ダグラス・スポルディングが駆け回るタンポポの酒は何回読んでも新鮮で僕をリフレッシュしてくれる。ジャック・ケルアックのランヒッピー、路上なんかも刺激を与えてくれるし、カルロス・カスカタネダのドンファンの教えに始まるシリーズものも手垢がついてしまっている。僕はたまに実家へ帰ることがあるんだけど、その実家の本棚には子供の頃に読んだ本を捨てずに並べている。これはちょっとしたフィードバックなんだ。子供の頃の自分が蘇ってくるみたいで、本棚を眺めているだけでも面白い。中でも気に入っているのは少年少女文学全集の15少年漂流記やロビンソン・クルーソーなど、読み始めるとワクワクしちゃって、まるでマラソン後の清涼飲料水みたいな感じで一気に読んでしまう。本棚には自分の性格、思考、自己史が入り込んでいる。これは自分を見直す道具として活用できるんだ。昔に感動した本を読み返したりすると、失われた感性が蘇ってきて、心の中に活力を見出せるかもしれない。そ
それに今読んでみると以前とは違った視点で理解できるだろう。とにかく自分を点検するのには過去を振り返ってみるのは重要な手段だ。本棚にはそれがいっぱい詰まっているはずだし、本棚って読み終えた本をただ並べておくだけの道具ではないはずだ。以前感動した本でも今読み返すと意外な落とし穴があるのに気づいたり、以前は反発を感じていた本なのに今は共感を持ったりとかがきっとあるだろう。どうしてそうなったのかなんて考えてみると面白い突破口が見つかるかもしれない。そうなると閉めたものだ。そこからどんどん意識を広げていけばいいのだから。君の部屋の本棚はどんな突破口を見つけてくれるかな。確かに友達や親が家に来た時に自分の本棚を見られると少し恥ずかしい気分になりませんか？自分の中身を見られている気がして、それってつまりはそこに自分は何者かのヒントがあるってことなのではないでしょうか。目立つところにあるお気に入りの本だったり、子供の時に好きだった本、どんな本でもそこにあるというのは何かしらを感じた自分の感性が眠っているということなんですね。また本棚には本以外にも自分の好きなものがコレクションのようにぎっしり並べられている。そんなものたちも全部自分なのです。そういったものは自分自身をフィードバックする大切なもの。きれいすっきり売り払っていてはもったいないって思いませんか？今本棚があるのなら改めてお気に入りの本を読み返したりコレクションを眺めたりしてみて、そこで感じた繊細な感覚をさらに深掘りして大きく広げてみる。そうすることで心に眠っていた本心が目覚めるということなんですね。新たな自分の面白い突破口が開く本棚は本当の自分を知る大切なポイントなのではないでしょうか。ポイント3、壁を見つめ窓に目を向けろ。現代人はストレスを抱えすぎているとよく聞きますが、皆さんはどんな風にストレスを発散していますか？私は以前家のメインにあった真っ黒な家具がどうしても心を暗くしているんだと思い込んで、筆と絵の具を使ってパステルピンクに変えてしまったことがあります。部屋の大部分を占めている壁には何もないと寂しいので絵を飾っています。掛け替えることなんてしょっちゅうです。絵やポスターっていいですよね。それだけで部屋の空気感が変わる気がするんです。そうやって自分の居場所を快適にして気分が落ち着くように心がけています。皆さんの家の壁はどんな絵を飾っていますか？実はこの自分の部屋の壁にはある工夫で新しい自分に変化させる発想法があったということはご存知でしょうか？ご存知ない方のために、そんな壁をある工夫で自分の意識までも変えてしまうユニークな発想法が書かれている文を見つけたのでご紹介させていただきます。ウォールペインティングは壁という概念を取り払うことで始まったのだと思う。壁に絵を描くことでコミュニケートできる発想、これを僕らの部屋に移行させてみる。初めてクレヨンを持った時の感じを思い出して描くことが一番大事だ。うまく描こうとか、誰かが見ていい絵だねなんていうのを期待して描こうとかしたらまず失敗だ。こういう考えはずるい大人たちの考えであって、すっかり初心を忘れているのだ。絵を描くのが苦手な人は壁の色を塗り替えるのだけでもいい。部屋の壁を塗り替えるとか絵を描くというのは部屋全体に色をつける楽しい行為だ。そうすると部屋に置いてあるいろんなものがいつもと違って見えてくるし、それによって自分の意識までも変わってくる。どうですか？壁に絵を飾るどころではない、壁に絵を描いちゃってる。今は賃貸でも貼れる壁紙とかもあるのでできないことはないですよね。自分を守る壁も時には閉鎖的になって解放されないという現実があると思います。現に一人キャンプが流行るのだってそんな閉鎖的な空間から解放されたいからなんじゃないかなと思うのです。ですがこの文の言うように変化をもたらせれば気づかなかったことが見えてくる。さて壁を見つめたついでにもう一つ忘れてはならない、窓にも目を向けよう。君の部屋はどっち向きかな？これは重要な問題だ。まさか日当たりが悪くてもいいやなんて人はいないだろうね。太陽をおろそかにしては罰が当たるよ。太陽は自然の中で最高のエネルギーを供給してくれるし、支
殺菌もしてくれる。そして何よりも気分をハイに高めてくれるのは太陽の力だ。都会に住んでいるとつい太陽のありがたみを忘れがちだ。天気がいい日は窓をいっぱいに開けて太陽のエネルギーを吸収する。そういう日は何か活動したくなるし、生き生きとした気持ちになるものだ。パワーが蓄積して心の中がオープンになり、自分の部屋という空間から飛び出したくはならないだろうか。壁や窓は部屋の外郭だ。その部屋に変化をもたらせることで中身を新たに見る。そうすると今まで気づかなかったことが見えてきて点検しやすくなる。点検することによって自分自身というものを整理することができ、意識も変わってくるはずだ。明日天気が良ければ僕はまた壁を塗り替えて自分の垢を落とすつもりだ。君はいつそうするかい？その時には僕も誘ってくれないか？これも面白いですね。何より大切な太陽の光を部屋にもたらせることでポジティブ思考になり、やる気が満ち溢れてくるということなんですね。パワーが蓄積して心の中がオープンになり、自分の部屋という空間から飛び出したくなる。壁に変化を持たせ、窓から自然のエネルギーを受けることで自分自身の中身を新たに見る。そうすると今まで気づかなかったことが見えてきて、本当の自分を取り戻し、ポジティブな自分の心に素直になって何か活動したくなる。そんな自分の部屋の壁と窓には自分の既成概念を打ち破り、新たな自分が発見できる大切なポイントなのではないでしょうか。以上が部屋をひっくり返して新たな自分を発見する3つのポイントでした。時間という概念を一旦なくし、本棚から自分の歩んできたカルチャーをたどり、固定概念という壁を崩して新たな意識を目覚めさせる。そして窓から暖かい光を浴び、ポジティブに活動したい気分になる。これぞ本当の自分を取り戻し、新たな自分になる方法なのではないでしょうか。改めて誰もが一人一人自分であり、他の誰でもないと考え、生きていくのはとても大切なことだと感じました。部屋からの革命というこの考え方はとてもユニークではありますが、自分発見には効果的に感じます。原点回帰的な発想法は自分軸を整えることの重要性を伝えており、時代が変化しても変わらずブレずに自信を持って挑むことができる本質的な考え方だと思います。私も早速カーテンを開けて本棚をひっくり返そうと思います。実はこの雑誌には他にも椅子、机、電話、植物、動物、テレビ、ステレオ、ベッドなどから考えるユニークな発想法が書かれているので、興味のある方はぜひ手に取って眺めてみてください。後編ではへえなるほど新自分発見法2として部屋を出ると題して、自分の部屋から飛び出そう Go Out をお届けします。とても面白い発想法なので後編も楽しみにしていてくださいね。今日の放送はいかがでしたか？いい旅を始められそうですか？今回は Go Out 部屋からの革命の前編として新自分発見法部屋で探すをお届けしました。後編は部屋を出て自分を取り戻す Go Out 新自分発見法部屋を出るを同じこの雑誌を使って皆さんと考えていきたいと思います。今回の感想などコメントいただければ嬉しいです。最後まで聞き続けてくれた君に感謝します。そしてこの放送を制作するのに大きくインスピレーションを与えてくれた古雑誌に感謝します。この放送は続きます。君がある日自分の持っているバックパックの中から取り出したスマホから突然ミシシッピスタジオが飛び込んでくるかもしれません。その時はまたぜひ聞いてください。この放送の目的は意識革命をすることです。自然について語り、愛について語ること、それが全てでそれしかありません。よろしくお願いします。最後にミシシッピスタジオからお知らせです。ミシシッピスタジオではユースカルチャー、若者文化を題材に伝統の継承と発展に努めています。今回紹介した古雑誌は感じる本やエスピースワンダーランドにあります。他にもアウトローな面白いサブカルチャーの雑誌にたくさん出会えるので、概要欄をチェックして覗いてみてくださいね。
この番組をもう一度見たいと思ってくれた方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。今後も様々なユニークで非常識な発想法を紹介していきますのでお楽しみに。それでは、あなたは成功する価値がある。ムービングオン1号でした。バイバーイ。ラブラブラブ。こちらはミシシッピスタジオ放送局です。本日の放送はこれで終了します。次回はまた冒険の息抜き中に放送します。ラブラブラブ。それでは皆さん、いい冒険を、いい旅を。ラブ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 。